皆さんこんにちは、さくらです。今回なんですけれども、東京駅周辺のカフェやランチを紹介していこうと思います。去年の10月に東京駅で旅歩きする動画を上げたところ、大変好評でありがとうございます。今回はそのおかわり企画でございます。皆さん仕事とかプライベート、旅行に来た時とかに東京駅を利用すると思うんですけど、駅自体もめちゃくちゃ広くて、お店もね、たくさんあるので、正直どこ行っていいかわかんないと思うんですよね。私もね、正直ね、わからん。上京したての頃、本当にね、何がどこがどうなってるか全然わかんなくて、目的地たどり着くために東京駅周辺 2,3 周回るみたいなのが結構デフォルトやったんですけど、お店を探す時に今って結構 SNS を見て探す人多いと思うんですけど、 SNS ですごい人気になってるから、行ってみようと思って行ってみたけど意外とそうでもなかったみたいなお店って結構あると思うんですよね。私も実際にあった。そうなので SNS で人気のお店が実際のところどうなのかっていうことについて、今回は正直レビューやっていこうと思います。それぞれのお店に対して値段、コスパね、あとは味のクオリティ、接客態度、お店の混雑具合、またリピートしたいかどうかっていうことをそれぞれ5段階評価していこうと思います。ランチが2軒とカフェが3軒と合計5店舗回る予定で、全てね、東京駅から徒歩5分圏内とかなり駅近のお店を厳選して選びましたので、よかったらぜひ最後まで見ていただけたらと思います。それでは本日の動画スタート。まず1軒目が八重洲中央口から徒歩5分、アロマコーヒー八重洲店。こちらは50年以上愛されている人気の喫茶店で、八重洲地下街の喫茶店で最も老舗です。店内は昭和レトロの雰囲気が漂う空間。この店は朝7時から開いていて、早朝からとても賑わっていました。店内は全席禁煙。コーヒーの種類が豊富で、他にもサンドイッチやトースト、スイーツもあります。ちょうど朝ごはんの時間なので、モーニングをいただこうと思います。商品が届きました。ドリンクは紅茶を注文。モーニングの内容は、厚切りトーストにジャム、バター、あんこ、ゆで卵のセット。しかもこれ飲み物の価格にプラス100円でこれだけのセットがついてくるので、めっちゃコスパ良すぎん？いや、米田コーヒーもびっくりのコスパの良さやと思う。トーストは想像以上に分厚くて、焼きたてでカリッカリ。子供の頃朝ごはんにトーストといちごジャムよく食べてたなって思い出して、なんだか懐かしい気分でした。モーニングの時間は開店から12時まで利用可能。こちらのお店はコーヒー豆にこだわりがあって、コーヒー豆を 30kg 釜を使用して、直火焙煎で丁寧にじっくり焼き上げているそう。1970年の創業以来、このスタイルを変えずに営業を続けているそうです。って言いながら私コーヒーアレルギーなんで飲めないのが本当に残念です。はい。また支払い方法は現金のみで、この東京駅という大都会でキャッシュレス時代に現金決済貫いてるところが老舗っぽくてなんかいいなって思いました。コスパもクオリティも文句なし。東京駅で早朝から開いてるお店は少ないので、早朝に来た時にぜひ利用してみることをお勧めします。ただ一つだけ注文があるとすれば、八重洲中央口から徒歩5分くらいなので、もうちょっと駅近だとありがたいかなと思ったので、この評価にさせてもらいました。続いてのお店は、八重洲北口から徒歩1分、東京駅一番街2階、東京寿東京駅店。11時の開店前から行列ができる大人気店。漁港直送鮮魚を使用しているので、取れたての新鮮なお魚がいただける居酒屋です。ここのランチメニューの鯛めし食べ放題が人気だそう。何種類かあるんですけど、SNS でよく見かける鯛めし食べ放題付き鯛めし泥棒膳をいただきます。商品が届きました。桶に入った鯛めしと刺身、肉豆腐の小鉢、とろろとお茶漬けのセットになっています。私はとろろアレルギーなので、とろろはちょっとずらしておきます。もう本当に申し訳ないです。メインの鯛めしは出汁が効いててすごく美味しくて、おかわりしなくてもいいくらい量多め。お茶漬けの出汁も美味しくて、最後まで飽きずに食べられます。ただね、刺身はホームページで見てた写真よりもかなり小さくて残念。サーモンが少し臭みがあって、それ以外は普通。魚メインの居酒屋なので期待していただけにがっかりしました。
でも、八重洲北口から徒歩1分とかなりアクセスがいいので、駅近でたくさん食べたい人にはおすすめです。この店のショート動画を上げた時に視聴者さんからのコメントで、お米の高い今だからこそご飯食べたいだけ食べられるのは幸せな気分に浸れますねってコメント来てて、いや確かに本当にそうやんって思って、最近さお米高いし全体的に物価高なんやけど、それなのに鯛めし食べ放題って本当にありがたいサービスよね。しかもそれが1400円で食べられるってもうめちゃくちゃありがたいことなんで、もうこれはね、なくならないことを切に祈っております。3店舗目が八重洲北口から徒歩1分、八重洲北食堂の1階にある果実園東京店。店内は明るくておしゃれな雰囲気。平日朝10時半の時点でかなり行列ができていました。旬の果物をふんだんに使ったパフェやパンケーキ、ズコットがいただけるカフェ。レジのところにはたくさんのスイーツが並んでて、この中から選びます。今回私はミックスズコットをいただきました。ドーム型のホールケーキをカットすると、どの断面からもこれでもかっていうほどいろんな種類のフルーツが溢れ出ていて、これは SNS 映え間違いなし。意外と甘くないし重くないので2つ食べたかったけど、この日はさすがに我慢しました。ケーキっていうよりも果物を食べてる感覚で、スイーツ好きにはたまらない一品です。ドリンクバーはベーシックなコーヒーやカフェラテの他に豊富な種類の紅茶やハーブティーもありました。店内は男性のお客さんも結構いたり、店員さんも男性多かったので、誰でも気軽に立ち寄れると思います。ここからは丸の内側へ移動します。4店舗目は JR 出口6から徒歩1分、新東京ビル地下1階にある洋食屋伊勢重丸の内店。オープン直後ですでに行列ができていたけど、10分もせずにすぐ入店できました。ここのランチメニューがなんと1000円からで、日替わりで4から5種類の中から選べて、ご飯、生卵が食べ放題、そしてサラダと味噌汁までついてくるという、お得すぎてちょっと心配になるレストラン。料金は前払い制。店内は昔ながらの落ち着いた雰囲気。ランチタイムは常に満席だけど、回転率は良くて、着席して5分も経たずに商品が届きました。今回私は土鍋煮込み牛タンシチューをいただきます。まずはサラダをいただいて、これでカロリーをゼロにします。キャベツの千切りとミニトマトに人参ドレッシング。味噌汁はシンプルなわかめ味噌汁。ご飯はおかわりを前提にしているのか量少なめ。そしてメインの牛タンです。とろけるような柔らかい食感と自家製赤味噌入りデミグラスソースがご飯が進みます。ただ少し筋っぽいのが気になりました。牛タンは3切れ入ってて、下にはパスタと人参、じゃがいもとブロッコリーが入っています。客層はこの辺で勤めてるんだろうなっていう雰囲気のサラリーマンが多くて、4人とか6人で来てるけど、この辺のサラリーマンはみんなで集団でご飯に行くっていう文化なのかな。隣の席が6人のおじさま集団だったので、おかわりに行くたんびにずっと目の前で人が動いてるから、なんかちょっと慌ただしかったです。帰りには無料コーヒーがいただけます。食後のコーヒーってほっと一息つけていいですよね。このクオリティで東京駅から近いという立地を考えたらめっちゃコスパいいので、ぜひ行ってみてほしいです。最後は JR 東京駅から徒歩2分、丸ビルの1階にあるザ・フロントルーム丸の内。平日昼過ぎに来店して30分待ちでした。ここいっつも大行列だからずっと気になってたんよね。店内は開放的でおしゃれな空間。ここは飲めるんじゃないかってくらいとろけるようなフレンチトーストが人気のお店です。フレンチトーストは3種類ありますが、ホイップバターとメープルシロップをいただきます。鉄板とオーブンで2度焼きしたトーストにたっぷりのホイップバターが乗っていて、本当に飲めそうなぐらいトロットロでプルプル食感。塩っ気のあるホイップバターが生地に溶け出し、メープルシロップをかけると甘じょっぱさを楽しめる一品でした。
ミルフィーユも一緒にいただきます。本当はフレンチトーストだけのつもりやったけど、テイクアウトコーナーに並んでたミルフィーユが美しすぎて、見た目に惹かれて注文しちゃいました。生地はサクサクしっとり。旬のイチゴは酸っぱくて、個人的にはミルフィーユの方がお気に入りです。支払いはキャッシュレスのみなので、現金派の人は注意が必要です。丸ビルの入り口付近のお店で結構寒いので、ブランケットを貸していただけたり、ヒーターも置いてありました。平日昼過ぎの来店で30分待ちだったので、時間に余裕がある時にぜひ利用してみてください。はい、今回は SNS で話題のお店が実際のところどうなのか正直レビューしてみました。私の個人的ランキングを発表していこうかな。まず第3位が洋食屋伊勢重丸の内店ですね。牛タンシチューのお店です。美味しい牛タンがコスパよくランチでいただけるので、東京でこの値段でこのクオリティだったらめっちゃお得な方だと思うので、ぜひ行ってみてください。続いて第2位が果実園東京園さんですね。ここもねすごく美味しかった。スイーツ食べてるっていうよりも果物食べてるっていうぐらい本当に果物がぎっしり詰まってて、私果物大好きなんでもうめちゃくちゃ美味しかったです。最後は一番最後にいただいたザ・フロントルームさんですね。もうここはめちゃくちゃ良かったです。味はもちろんそうなんだけど、接客もすごく良くて、帰る時にね店員さんがお味はいかがでしたかとか、お気をつけてお帰りくださいって言ってくれて、そんなことまで言ってくれるんだと思って、いいところのレストランっていうかいいところのホテルの接客を受けてるような気分でした。めちゃくちゃ良かったです。めちゃくちゃ待ち時間が長いっていうのがデメリットではあるんですけど、時間に余裕がある方であれば一度は行ってみる価値があると思うので、ぜひ行ってみてください。おすすめでございます。今回はねアテレコを中心に撮影させていただいたんですけど、いかがでしたか？どうなんだろう。飲食店で撮影するときめちゃくちゃ作業音が入ったりとか、隣の人の声が入っちゃってて何喋ってるか丸聞こえみたいな時とかってあるのよ正直。だから結構即興で食レポするのが私苦手で、後で編集しながら言えばよかったな、こう言えばよかったなって毎回反省することが多くて、それだったら最初からね喋らないっていう前提で撮ってみた方がいいんじゃないかなと思ったんで、今回ちょっとアテレコにしてみました。でもね喋っちゃいけないって思うと喋りたくなるっていうねダメですよって言われるとやりたくなる性分なんで、すっごい喋りたくてうずうずしてましたずっと。アテレコだけでね15分20分動画作るのってむっちゃ大変なんで、他の YouTuber さんとかさアテレコだけで完結させる方とかいるやん。相当大変だと思ってて、こうやってわーって喋ってるところとアテレコと混ぜてやってみるのもありなのかなと思いながら、どっちがいいのかみんなの反応も見つつ今後もやっていこうかなと思っております。この動画好評だったら別のエリアの SNS で話題になってるメニューが本当に美味しいのかっていう正直レビューをまたやっていきたいなと思っておりますので、この動画がいいなって思った方ぜひチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。